脳を働かせるのはこんなに身近なスープですよ。皆さんこんにちは。前回の脳のためのスープでは、脳の老化を防ぐために緑黄色野菜のほうれん草、卵、アスタキサンチンを摂るためにエビや鮭を使いました。他にもいろいろありますよ。脳の機能改善に良いとされるもの、そしてそれは特別なものではなく、昔から普通に作られていたスープなのです。でも忙しさの中で逆に食卓に上る頻度が少なくなっているかもしれませんね。今日はその日本では昔からあるスープをコツを押さえて丁寧にお伝えしていきますので、どうぞ最後まで見てくださいね。1品目は旬のあさりを使って味噌汁をやってみます。あさりや牡蠣などの貝類には亜鉛が豊富に含まれています。亜鉛はタンパク質の生産や脳細胞の成長を促すことも分かっているそうです。記憶と深い関係にある海馬にも亜鉛が多く存在することから、私のように記憶力が気になる方にもおすすめです。脳がしっかり機能するためには亜鉛は外すことのできない栄養素なんですね。アサリは砂出ししているものも多く出回っていますが、その場合でも砂が残っている場合がありますので、30分程度砂出した方がいいですね。砂出しの基本をやっていきましょう。アサリは海水程度の水につけることは皆さんよくご存知だと思います。200cc の水に自然塩なら小さじ1よりほんの少し多くすると 6g になります。サラサラの食塩なら小さじ1程度で 3% の塩水ができます。でも普段はきちっと測って砂出しすることも珍しいかもしれませんね。ただ、あまり塩水の濃度を濃くしてしまうと、アサリの身から水分が奪われ、身が縮んでしまいますので気をつけてくださいね。砂出しをするときにボウルに入れて砂出しをする方も多いんですが、バットやタッパーなどに入れ、ひたひた程度の塩水で砂出しをする方がよく砂を出してくれます。アサリが重なって水に潜ったままになっていると、酸素不足になってアサリが死んでしまうことがあります。重ならないように、貝の頭が空気中に少し出るように砂出しをするようにしましょう。砂出しの時間は 2,3 時間。あまり寒すぎると砂を吐きにくいので、今の時期は室温で大丈夫です。夏場は冷蔵庫に入れてくださいね。砂出しが終われば、表面の汚れを落とすようにこするように洗います。500cc の水に5センチ角くらいの昆布を入れておきますね。30分から1時間ほどつけていると水を吸って膨らんできます。では作っていきましょう。あさりを入れ、酒を大さじ1加え火にかけます。弱火より少し大きな火加減でゆっくりと火を通すと、昆布からもあさりからもいいお出汁が出てきます。あさりの口が開いたらアクが出てくるので、昆布を引き上げアクを取るのですが、あさりが邪魔になって取りにくければ、一旦取り出してアクを取るのがあさりの身を縮めないコツです。アクを取ることができれば、あさりを戻して味噌を入れます。あさりからも塩味が出ていますので、普段の味噌汁より少し味噌を控えめにするのがポイントです。あさりの料理を食べて一番嫌なのは、砂の残っているジャリッという感覚ですよね。しっかり丁寧に砂出しをして、旬の大きなあさりの味噌汁は本当に美味しいですよ。次はいわし団子と、これからどんどん出回る新玉ねぎの味噌汁です。脳機能に良い食材はやはりオメガ3脂肪酸をたっぷり含む青身魚のイワシ、サバ、アジなどです。これらの魚の脂には DHA、EPA が多く含まれています。DHA には血流改善の効果があり、集中力や記憶力の向上が望めます。また DHA は認知症を予防する効果があることも分かっているそうです。魚には
ビタミン D が多く含まれ、骨を丈夫にする栄養素であるとともに、不足すると脳機能が低下することも分かっているんです。簡単にサバ缶を使ったこんなスープもおすすめですが、今日はイワシの手開きに挑戦してみましょう。魚の下処理は難しいと思われるかもしれませんが、イワシは手で開くのでコツさえつかめたら楽しくなりますよ。今日はこのイワシしか売っていなかったのでこれでやってみますが、お頭付きの場合は頭と内臓を落とし、流水できれいに血合いを除きます。この状態で買ってきたものも薄い塩水を作り、残った鱗や血合いを確認しながらさらにきれいに身を洗います。塩水にするのは旨味が逃げないためです。見ててくださいね。中骨を取っていきますよ。中骨の上に両手の親指を乗せて左右に開いていきます。中骨をつまんで指を入れ、しごくように指を動かして身から中骨を外します。尾のところまで外れたらポキッと中骨を折ります。かば焼きやフライも美味しいですね。背びれは硬くて口に残るので、ここは取っておきましょう。先ほど開いた中ぐらいのイワシ4尾の尾を切り落とし、細かく切り包丁で叩きます。スナップを効かすと力がいりませんよ。こんな感じになったらボウルに入れ、片栗粉大さじ1、パン粉大さじ1、卵3分の1くらいですかね。生姜汁を小さじ1、チューブ入りのものでもいいですよ。味噌を小さじ1加えて混ぜておきます。これでイワシ団子の生地を作ります。新玉ねぎ2分の1個を薄切りにしておきます。鍋に入れ、イワシ団子をのせます。スプーン2本で丸めるときれいにできますよ。酒を大さじ2振りかけて、蓋をして弱火で20分ほど蒸し煮にします。20分経ちました。玉ねぎから水分が出て、団子にも火が通って固まっています。水 300cc を加えて煮立て5分ほど加熱します。大さじ2程度の味噌で味をつけて出来上がりです。青ネギの小口切りをたっぷり加えてくださいね。玉ねぎの甘みとイワシ団子がふわふわで満足感が広がる味噌汁です。食卓に貝類や青身の魚を1週間の献立の中にぜひ加えてください。亜鉛や DHA、EPA を取り入れ、脳も体も元気に暮らしていきましょう。あなたとあなたの大切な人の健康にお役に立てればとても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。